皆さん、こんにちは。今日はいつもと違う動画を撮りたいと思います。今、実は私はインドネシアのバリ島に来ています。6月末に来たので、1ヶ月半ぐらいになります。で、今日、実はもうバリを出るんですけど、バリを出る前に、バリ島に来て感じたことについて皆さんにシェアしたいと思って、今この動画を撮っています。で、バリ島に来たことだけじゃなくて、今、デジタルノマドの生活をしてるんですけども、どうして私がこういう生活をしようと思ったかとか、今そういう生活をしてどんなことを感じているかについても、簡単に皆さんにシェアしたいなと思います。はい。近況報告っていうやつですね。ライフアップデートです。あんまりこういうライフアップデートの動画は撮らないんですけど、撮ってみたいなと思ったので撮ることにしました。はい、ちょっと前置きが長いですね。実は私は日本語教師になる前からこういう生活をしてみたいなとずっと思っていました。日本語教師になったのが24歳の頃だったので、本当にもう20歳とか21歳ぐらいからこういう生活をずっとしてみたいと思ってずっと憧れていました。っていうのは、こういうデジタルノマドっていう言葉があんまりみんなに知られてない時から周りにそういうことをしてる人がいたし、ずっと仕事をしながら旅行することが夢だったんですけど、21歳ぐらいの時は自分に何ができるかわからなくてずっと悩んでいたのを覚えています。世界中を旅行しながらどうやって仕事ができるんだろうとずっと考えていました。日本語教師になる前に、もしかしたらマッサージ師になったら、クルーズで働けるから世界中旅行できるんじゃないかなとか、キャビンアテンダントになったら世界中旅行できるんじゃないかなとか、いろいろ考えて、毎日英語を勉強していました。で、毎日アメリカのドラマを見ながら英語を勉強してたんですけど、英語を勉強しながら、これ今やってることがいつか何かにつながるかなと思ってたんですけど、まさかその時自分が日本語教師になるとは思っていませんでした。日本語教師っていう仕事もしてたんですけど、まさか学校が大嫌いだった自分が教師になるなんて思っていませんでした。今でも別に自分のことを日本語教師だとはそんなに思ってないです。だからミク先生って呼ばれることに今はもう慣れたけど、最初は本当に慣れませんでした。先生、ミク先生って誰って思ってました。でも、今こうやって日本の文化とか日本語をシェアしながら、逆に皆さんの文化を学ばせてもらえる環境があることに本当に感謝しています。バリ島に来て、いろんなことを学ばせてもらったんですけど、特に私が感じたのは、バリはエコ意識がすごく高いということです。っていうのは、どのレストランに行っても、プラスチックのストローが出てこないんですね。紙ストローが出てきます。で、私はこのバリ滞在中によくゴージェックというフードデリバリーサービスを使ってたんですけど、そういうところで料理を注文しても、プラスチックのストローじゃなくて紙のストローがついてきます。で、ストローだけじゃなくてフォークとかスプーンとかも全部木でできているものが来るんですね。で、日本ではまだそういうエコ意識が高くないなと思うことがよくあるので、これは日本がバリから学べることなんじゃないかなと思います。で、他には、この滞在中に5つぐらいのホテルに泊まったんですけど、そこでもうペットボトルは全く使われていなくて、瓶のボトルが部屋の冷蔵庫の中に入ってあって、で、その中の水がなくなったら自分で、フロントまで水を入れに行くっていうシステムがほとんどでした。っていうか全部かな？だからペットボトルで水が提供されるっていうことは全くなかったです。で、私はいつもエコバッグ使ってるんですけど、一回だけエコバッグを忘れてしまって、袋をお願い
したことがあります。スーパーで。で、その時も、プラスチックのビニール袋じゃなくて、布の袋を渡されました。そんな感じで、どこに行っても、プラスチックじゃないものを提供してくれるバリは本当にすごいなと思いました。日本でプラスチックを使わないような生活をしようとは心がけていたんですけど、やっぱりスーパーに行くと全部プラスチックに入っているんですよね。皆さんも日本に旅行に来たことがある人は気づいたかもしれないんですけど、バナナさえも皮を剥いて食べれるバナナさえも全部プラスチックに入っていて、私は日本に住んでた時、時々ネットで注文できる、農家から直接注文できるサービスを利用してたんですけど、そういうものを利用しない限り、やっぱり全部プラスチックに入っているんですよね。そういうところも日本はもっと改善していった方がいいんじゃないかなと思いました。バリだけじゃなくて他の国でも今はもっとプラスチックが使われないようになっていると思うし、日本も変えていかなきゃいけないんじゃないかなと個人的に思いました。で、あともう一つバリにいてすごいなと思ったのは、バリの人は自分たちの伝統に誇りを持っていて、それをちゃんと守っているということです。この間ウルワツ店舗っていうお寺に行ってきて、そこでバリの歴史を物語るファイヤーダンスっていうダンスを見に行ったんですけども、そこでは本当にね、若い人も、そういうファイヤーダンスに参加していて、でそれを情熱的にしている姿を見て、こういう伝統をずっと守っているのはすごいなと思いました。もちろん日本でもね、お祭りとか伝統をすごく守っているんですけど、バリでもそうなんだなと思ってすごく嬉しくなりました。で、そういう伝統とかお祭りだけじゃなくて、バリで道を歩いているとよくお供え物を見るんですね。お供え物っていうのは、神様に対してお供えする食べ物とかお供えするものなんですけど、本当にね、あちらこちらにお供え物が置いてあるんですね。で、それを毎日新しいものを置いていて、自然とか神様に感謝している姿がすごく見られました。で、日本でももちろん毎日、仏壇に手を合わせたり、よく神社に行って神様に感謝の気持ちを伝えたりしている人もいると思うんですけど、ここまで神様とか自然を近くに感じて、毎日感謝している文化、あと宗教は本当にすごいなと思いました。で、ガイドさんと一緒にお寺を参拝させてもらったんですけど、若い人とか子供もたくさんいて、そういうね、年齢関係なくみんなお寺に行って、お祈りする姿を見て、この国ではそうやって神様とか自然に感謝する伝統があるんだな、文化があるんだなと思いました。で、お寺でガイドさんが教えてくれたのが、そうやってお寺にお参りするときに、何かお願い事をするんじゃなくて、バリでは感謝をしますと言っていました。あともう一つ面白いなと思ったのが、バリと日本では宗教が、ね、ヒンドゥー教と神道、仏教で、違うんですけど、似ているところもあるなということです。バリの、ちょっと、名前忘れちゃったんだけど、お寺に行って沐浴をしました。ガイドさんにやり方を教えてもらって、沐浴をして、体を清めてもらったんですけど、日本にもみそぎという文化があります。川に行って、ね、水で体を清めたり、魂を清めたりすることをみそぎって言うんですけど、同じことがバリにもあって面白いなと思いました。日本には滝行って言って滝に打たれて体と魂を清めるものもあるんですけど、あとはね、神社に入る前に水で手を洗いますよね。あれは、手だけじゃなくて自分の魂とか、心を清めてから神様にお祈りしたり、神社にお参りしたりするんですけど、そんな風にみそぎの文化と
バリでの、沐浴の文化が似てて面白いなと思いました。はい。まあね、他にもね、いろいろあるんですけど、あと、カルチャーショックだったのは、バリの人は結構、人との距離が近くて、男性に触られたことはないんですけど、知らない女性の方に、スキンシップとして体を触られることが何回かあって、ちょっと最初はびっくりしました。お寺で、猿がね、目の前で、ちょっと変なことをしてたんですね。で、それを見て、隣にいたおばさんが爆笑して、私の肩をね、こうやって叩いて、面白いねって言ってきたんですよね。そういうことは日本ではないので、ちょっとびっくりしました。日本でもなかったし、今まで行った国でもなかったので、バリの方ってすごい、壁がなくて、みんなに親切で、みんなにフレンドリーな人が多いなと思いました。はい。で、あとは、久しぶりに日本を出て感じたのは、年を取れば取るほど、私も柔軟じゃなくなってきてるなっていうことです。っていうのは、コロナで3年間日本に住んでたんですね。だから日本の習慣とか日本の文化にもう慣れすぎて、久しぶりに海外に来て、カルチャーショックがすごく大きかったし、慣れていないから、ちょっと小さいことでイライラしたりしてしまう自分がいました。例えばバリにはタクシーがたくさんあるんですよ。タクシーだけじゃなくて、バイクの後ろに乗せてくれるバイクのタクシーのサービスみたいなものがあって、で、私は自分でバイクを運転したり、車を運転することがないので、いつも道で歩いてるんですね。で、歩いていると、後ろから、ププーって、めっちゃ近い至近距離で、ププーって、クラクションを鳴らされることがよくあるんですよ。で、最初は、なんで、タクシー、こっちからお願いしてないのに、こんな近い距離でクラクション鳴らすのってめっちゃイライラしてたんですよ。そういうことは日本で全くないので、本当に至近距離で、すごい近い距離で、クラクション鳴らされると、もう、毎回びっくりしてしまって、道を歩いてて安心できないなって思ってイライラしてたんですよね。でも、郷に行っては郷に従えですよね。日本ではこうだけど、海外では違うっていうことをもっと柔軟に考えないといけないなと反省しました。もちろんね、みんな人は好き嫌いがありますよね。好きなことと嫌いなことがありますよね。だから全部を好きにならなくていいと思うんですけど、そういう海外に行って自分の国を基準に考えるのは柔軟じゃないなと思いました。自分の国はこうだから、この国もこうじゃないといけないって思ったら、もう楽しめなくなっちゃいますよね。20代前半はそういう文化の違いとか考え方の違いをもっと楽しんでいたと思います。でも、年を取るにつれて、ちょっとね、頭が硬くなってくるのか、私も、柔軟に最初は柔軟に考えれていませんでした。でも、ちょっと考え方を変えようと思って、この国ではこういう文化があるんだなとか、この国ではこういうシステムなんだなと考えるようにしてから、あんまりイライラしないようになりました。まあ、時々、まだクラクション鳴らされた時は、ちょっとイラってしてしまうかもしれないんですけど、前より受け入れられるようになりました。本当にこのデジタルノマドの生活をするのが夢だったので、これをさせてもらっていることに本当に感謝しています。自分がしたいことをしながら生きられていることに本当に感謝しています。はい。じゃあ今日は皆さん見てくださって本当にありがとうございました。こんなね、私のライフアップデート、皆さん興味ないかもしれないんですけど、リスニングの練習になったら嬉しいです。はい。じゃあ今日の動画はこのぐらいで終わりたいと思います。皆さん聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。